時計をめぐる冒険へようこそ。 MC の MO です。皆さん、この箱の中に入っているのはもう全部格安で買った時計です。動かないもの、ベゼルだけのもの、ベルトが切れた状態で売られていたもの。日本ではこんなの売れないでしょう、部品取りにもならないと言われがちなんですが、実は世界にはこのジャンクを本気で探しているいろんなマニアがたくさんいます。今日は私が実際にこんなもの世界で需要があるのと感じたカシオの腕時計を紹介しながら、なぜジャンクでも価値があるのかについてお話ししたいと思います。いろんなマニア、とかくこの時計界隈にはいろんな人が存在します。十人十色とも言うべきでしょうか。マニアも多彩、しかも世界を見ると本当に私には理解ができないマニアも存在します。私昨年の12月から海外の2チャンネルのような Reddit っていう掲示板を見始めたんですが、2000年より前のカシオの時計をメイントピックにしたカシオヴィンテージっていうスレッドがあるんですね。そのスレッドに結構自慢げにヴィンテージのカシオを載せている海外の方が多いことに気づきました。そしてその自慢している時計を日本のヤフオクやメルカリで見ていると、べらぼうに安く出品されているものがあるんですよね。ちょっとそれに目をつけまして、試しにそれを買ってみて売ってみた報告をしたいと思います。ちなみに私の実績は半年間で、時計を17万円分買いました。約100本ですね。で、修理したり電池を入れたりして eBay とヤフオクに出品。現在マイナス7万円です。ただ8本だった自分の時計のコレクションが32本になっているので、25本ぐらいは自分のものになっていると。これが10万円の価値があれば私が勝ちだなというようなところですかね。今日はその事例の一部を紹介しながら皆さんと楽しんでいきたいと思います。まず最初、これですね。 G です。 G-SHOCK、 ボロボロの状態で買いました。 DW0069、これ実は6900の海外版の名称です。こういうのは買い手がつかないんですよね、オークションで。割と格安で買いました。検索されないんでね。あと調子に乗って2本6900を追加しましたが、これ注意。 DW6900、 今の日本全く売れません。現行品でも買えるのと海外でも安く売っているらしく、どっちもそのままでは全く買い手がつきません。1本売れましたけど結局赤字で処分しました。実はこれですね、探せばアリエクスプレスでまだ格安のベゼルが売ってるんですね。思いっきり派手なのを1個買って作ってみました。アフリカのアマガエルみたいなカバーですよね、これ迷彩の。なぜだかそれを喜んで買っていった海外の人がいました。海外の人って日本人が思っているより手先が不器用な人がいるんですよ。なのでこういうカスタム、完成品が好きなんですよね。あとサブにド派手な時計を持つ人も多いっていうのが特徴。そういう人に刺さったんでしょうかね。スレッズにも革職人さんで時計のベルト、チップ貸しのベルトを作っている人がいましたけど、 eBay か Etsy あたりで売ったら全然いけると私は思うんですけど、どうでしょう。続いては A200、 これ最近じわじわ人気あるんですよね。2000年前後のいわゆるネオクラシックカシオ。昔っぽい、でも新しい、もう買えないけど買っても今普通に使える。
最近は若い世代にもこういうデザインが人気らしいですね。ネオクラシックのマニアかデザイン重視のコレクターさんなのかもしれません。前回のダブルシリーズの後期で出てきました W78、 これも買い手がいました。 F91W と中身が同じ593モジュールですから、電池を交換してパネルの傷取りと格安のウレタンバンドをつけて再生したら結構高値で売れました。安い中古もまだ転がってますから、これで遊んでみるのも楽しいと思います。それから WV の529、実はこれ2000年のグッドデザイン賞を取った時計、スケジュールがなんとカタカナ表記できるっていう、もうそれだけで未来感がすごいと思って買ったんですが、日本では全くダメ。まあそもそもこの時計塗装ハゲが汚いのと、書いてないんですけど多分レディース向けでした。バンドも専用品になってまして、一切調整ができないと思ったので、これはもう売れないなと思った矢先、なぜか海外に結構高値で売れていきました。これもネオクラシックかデザイン重視のコレクターさん、どっちかなんでしょうね。次はマイナーなんですけれども、リネージュっていうホームセンターでよく売ってる時計ですね。 LCW の 100T、 LCW100 ではなく 100T。 この T が何を示すかというと、チタン製のバンドがついてるっていうところなんですね。どうもチタン、タイタニウムイコールいいものっていう信仰があるらしくて、レディットでメッセージをやり取りしたアメリカ人もそういう風に言ってました。絶対に T がついてるものが欲しいんだそうで、買ってた本人が T ってついてることを知らなかったんですから、そりゃあもう驚きですね。そういえば初期のフルメタル G、 ミスター G シリーズにも T がつくチタンモデルってありましたよね。あれが高騰してる原因っていうのが分かった気がしました。ただ一つアドバイスですけど、このリネージュとウェーブセプターがすごく代表的なカシオのホームセンターで売ってる時計ですけど、まあ使ってる方が結構過信して水にどんどんつけちゃう人が多いのか、またはパッキンが細いのか、中古品は蓋にサビが結構回っていて壊れている率が結構高いです。電波ソーラーなので二次電池、これを買うのも面倒だし、もう多分私は買わないと思います。さて次行きましょう。次はこちらですね。 AQ の 350W、 タンクですね。まあタンクってカルティエの時計の名前らしいんですけど、四角いベゼルの時計をそう言います。まあ上から見ると戦車のような、まあ針が砲台を示すようになってるからそう言われるんですよね。カシオにもタンクが存在し、そのマニアっていうのがいます。結構これ若い人も多い。 AQ350W、 今現状ですけど AQ230 として同じようなデザインで販売も継続されています。今私 AQ230 も持ってます。間違えたんです。350だと思って買ったんですけど、現行ちょっと前のバージョン、もうプラ製で底はかとなく軽くて安っぽいんですよね。壊れてると1500円ぐらいで買えます。2個1にして1本作ったんですけど、まあこれも不良在庫、困ってます。日本では全く見向きもされません。まあ話は戻りますけど、こちらの AQ の 350W、 これなんとメタルベゼルで剥きガラスがついてるんですよ。ずっしり重いんです。
このベゼル防水性能もあるので裏蓋がスナップ式。ただちょっとやそっとじゃ開かなかったんですよねこれということで動作未確認で売ってしまってもよかったんですけど、まあネットのパイセン型のお世話になって開け方を尋ね、オープナーを研磨すること3日やっと開きました。電池を交換したら快調に動いて無事出品。早々に売れていきました。不動品よりも動作している方がやっぱりね高くは売れます。12時方向に蓄光の印がついてまして、それがかなりいいって言われてる1本でした。最近このタンクの文字盤に針を一旦外して自分なりのアートを描くのが海外で流行の兆しですね。最後は AQ450W。 このモデル定番でアナログ部分が壊れていてデジタルだけしか動かないっていうものが売られています。まあこれなんで私が買ったかっていうとマジで程度が良かったんですよね。もう金ピカ。これ会社の金属表彰の記念品みたいで裏蓋に日付が彫ってあったんですよ。昭和62年でした。まあ多分この金ピカが眩しすぎてこれをもらったお父さんは会社にはこれしていけねえよっていうことだったんだろうなとか想像してしまいました。これ今でも AQ800 番っていう型番で販売はされています。まあ先ほども言いましたけどこれもベゼルがプラ製でめっちゃ軽いんですよね。まあ話は戻りますけど AQ の 450W の方はフルメタルでめっちゃ重いんです。バンドの付け方が特殊でもう本当にザ貴金属、昔の泥棒が持っていく時計っていうこんな感じでした。これも相当長く出品していましたがある日突然交渉なく eBay で買われちゃいました。 eBay の価格交渉ってメルカリよりひどいんですよ。実はウォッチリストをつけておくと出品者の方から価格の交渉ができるっていうシステムでもあるんです。ということは希望価格12,000円の商品は12,000円で載せておくとさらに値切られるんですね。表示価格はもう単なる何でしょうガイドラインですね。もうめちゃくちゃ頭脳ゲームの世界。お客さんに負けたら赤字です。12,000円のものを8,000円なら買いますっていうねよくあるあのメッセージは普通に来ます。逆に売れないのでお前が入れてるこの時計8,000円でどうっていう交渉も逆にあります。しかも載せてる時計が売れてないでしょ、お前ら値引きして売れよと、こういうメッセージも eBay が直接言ってきます。今日はカシオが中心ですけど実はアルバも売れます。2つのポイントがありましてこの2つを抑えたものは人気です。海外では十分コレクションの対象らしいです。まあ成功が1枚噛んでたら俺は何でも買うぜ、そんな成功のコレクターを成功買いっていう風に言うそうです。まあだからアルバなんて売れないんだよとは限らない。成功のデジタルは人気、アルバは程度がいいものと変わった表示、普通じゃない表示をするものであれば売れます。デジタル時計といったら月と日、数字だけカレンダー表示、あとは時間を表す表示ですが、ストップウォッチを使うと人のアイコンが走るとか数字だけの表示じゃないよっていうような時計はこれ結構欲しがる人がいます。あとは値札がついてるようなものですね。デッドストックって言われてるもの、これも人気があります。まあいろいろ話をしてきましたが元手がなければジャンク時計で生計を立てようっていうことはうまくいきません。いかないと思います。
マニアに売れたって言ってますけど、日本では1500円のものが3000円とか5000円程度で売れているだけです。本当のヴィンテージはカシオトロンやカジキで別にありますしね。eBay の話をしていますが、この春頃からは国内外の代行業者が大量に入ってきたので、メルカリでもヤフオクでもアマゾンでも代行手数料を支払えば世界の人普通に買えると言っている人も多いです。私は一応ヤフオクに出品はしていますが、無限に安く出品はせず、相場を見て適正価格で毎週再出品でやっていくようにしています。競り合いにはなりませんが、月に数本、適正価格だなと思って買っていく人がいます。もちろん相手が困らないようにジャンクはジャンクとして表示、できる限り電池を変えて動作確認をした後のものを販売するようにしています。まだまだ日本では遺品整理屋さんとか時計の価値を知らないでただただ販売しているリサイクル業者さんいますので、入手は頑張ればできそうですが、どうでしょうか。最終的にはやっぱり減っていくんでしょうかね。時計は人によって価値が違います。日本ではジャンクでも世界では探し求められている時計だってあります。だからもし押し入れや実家に眠っている時計があったら、捨てる前に一度調べてみてください。あなたにとって不要な時計が誰かにとって長年探し続けた一本かもしれません。これからもそんな時計を救う動画を発信していきます。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。登録者数300人を超えました。ありがとうございます。コミュニティっていう機能がありまして、いろんなアンケートであったり、動画次何を出しますよとか、いつ出しますよ、今動画を出しましたよなんていうご案内をしています。少しここで皆さんと楽しんでいければなと思ってますので、ここにもちょっと目を通していただければ嬉しいです。それでは本日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。またね。